皆さんこんにちは。寺子屋神社の岩沢です。今日は現代アーティストの井出弘樹さんとインドからサントスさんが生け花の体験に遊びに来てくださってます。それではこれから生け花の体験をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日使う柿の方を紹介していきます。まず1つ目が桜になります。桜の葉桜ですね。もうお花の方は散っていて、葉が出ているような葉桜を使っていきます。それと黄色と白のフリジアを使って生けていただきます。はい、では早速これから生けていただきます。桜の方なんですけれども、ちょっと全体を見ていただいて、こういう不要な枯れてる部分ですね、切ってしまったり、あとは葉がちょっと弱っているようなところはこの辺りに切ってしまったり、この辺りに切ってしまったりという形で、自分の完成でちょっと形を決めていただければと思います。で、このまま使うとちょっと長いので、自分でいいところで切るようにしてください。で、少し溜めるっていうふうに言うんですけど、こういうふうにグーって力で離してやっちゃうとパキって割れちゃうので、手と手をくっつけて、でこういうふうにやると少し曲がったりもするので、折りだめといって折ってしまってもいいんですけど、ちょっと自分で形を変えたかったら少し変えるっていうことも。形を変える。直接ハサミを入れても大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ちょっと長いのでこれは一回切った方がいいと思います。はい。どれぐらいここまで切ります？そうですね。ここでも切ってもいいし、ここで切ってもいいし、自分の。わかりました。わかりました。剣山に刺されにくいので、下の部分はこういった形で切り込みを入れます。そうすると剣山に刺さりやすくなるので、切り込みを入れて刺すようにしましょう。刺すときはまっすぐに刺して、傾けたかったら刺した後にそうですね、傾けるっていう。そうじゃない、ちょっとグラグラしてしまって、最初はまっすぐに刺して傾ける。はい。で、フレージャーの方も3本ずつ白と黄色で用意させていただいてるんですけど、長さを全部一緒にしてしまうと結構単一な感じになってしまうので、高い部分と低い部分を作るとか、そうですね、なんかちょっと動きをわかりました。別々にそうですね、見せたい。そうですね、空間を作るっていうのが結構生け花で大事になって。空間を作る。わかりました。はい。アレンジメントは空間を埋めていく足し算の B で、生け花っていうのは引き算の B なんですね。空間を作って少ないお花で省略の美とも言われてるんですけど、少ないお花を使って美しく生けるっていうことなので、それを意識しながら。はい。あとはシンメトリーといって、左右非対称っていうのも生け花の結構大切な要素なので、非対称だけどバランスを取るっていう形で、ちょっと気をつけながら生けていただければと思います。これは例えば切るときはハサミはどういうふうに？そうですね。これも特にそこまで決まりがあるわけじゃないんですけど、例えばちょっと短く使いたかったらここで切ってしまって、葉で切ってしまってもいいですし、点で切ってしまってもいいですし、葉と花を一緒に使うっていうのでもいいですし、そうですね。あとはバラバラに葉は際っていう形で使って茎を刺して葉を周りに刺すとかっていうこともあるし。じゃあ順番としては先にこっちのを刺すというか、特に決まりはないですけど、多分ちょっと大きいものからいけた方がバランスが取りやすいと思うので、もしよかったら桜の方を先にわかりました。いいかもしれないです。はい、わかりました。じゃあやってみましょう。はい、よろしくお願いします。
るだけ立体的に見てる方が。下の部分も出しやすいようにちょっと一回抜きますね。で
難しいな、自分的にはこんな感じかな。あ、でもすごいですね。初めてですか？初めてです。ああ、そうですね。さすがやっぱり絵を描く時の構図として描きましたね。やってみました。素晴らしい。じゃあ完成でありがとうございました。ちょっと一言ずつ自分の作品について、はい。あと生け花の感想を、はい。一言ずつお願いします。すごく楽しかったです。道具は小さい時からやはりこういうハサミも剣山って言うんでしたっけ？剣山もそうなんですけど、本当小さい生まれた時からの家にはあって、ああいう床の間みたいなのもあったので、掛け軸とこういうのっていうのは小さい時から家の中に飾ってあって、季節によって変わるっていうので見慣れてるものだったんですけど、枝を切ったりとかっていうのは初めての経験で、実際に生け花自体も完全に初めてです。初めてでした。なんかお花の絵描かれてるから、なんかね、お花生けたりとかもしたことあるのかなって。そうですね。逆に僕たちの場合はそのフラワーアレンジメントの方もこういう生け花の方も逆にあまり近づかないようにむしろ意識してたのかなと思うんですね。で逆にいつもこう白いキャンパスの中にどういう風な枝のラインで花がどういう位置に咲いていくかっていうのはもう30年ぐらいずっとそればっかりをで、最近はまた花の描き方が少し変わってかなり大きなサイズに描く時もやはり必ず茎があってで葉っぱが2枚あって花があってそのサイズっていうのをもちろんずっとやってるんですけども、生け花に関してはやはりこう 3D というか立体的になるので、やはり平面ではなくて彫刻的な感じがするので、いつもの構図の見方っていうのはやっぱりこうあくまでも正面でこうやっても変わらないものなので、今回はこうやってやるとまた変わるしこうやって変わるので、最初に自分が考えた花の正面の位置はもっとこうだったんですけど、でも実際に見比べてみたら構図としてはこの方がすごくなんか動きがあって描いたら面白いかなっていうので今この正面に決めたんですけど、少しこう立体なので立体を意識しすぎて逆に意識しすぎちゃうと難しいなってちょっと思いましたね。逆に意識しない方が良かったのかなと思うので、やっぱりこういうのって少し精神世界に近いっていうか感情も出るだろうし、あんまり考えすぎると絵も良くなくなっちゃうので、やっぱりこう最近は感情でキャンパスにぶつかるっていうのをここ 3,4 年は意識してたんで、そういったものに近いのかなってやっぱり思いますね。あんまり考えすぎるよりはそのままの感覚でバーッてやっていく方がやっぱり面白いのかなと思いました。だから今日はなかなか面白い体験ができました。ありがとうございました。よかったです。ありがとうございます。なんか初めてとは思えない完成度の高さ。本当です。本当です。本当です。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は初めての生け花体験だったと思うんですけど、どうでしたか？素晴らしい経験でした。いつも生け花を何回も見ていたけど、実際にやるのはこういうものかなと感じながらやりました。そして初めてだから心もドキドキしていました。どこかで間違ってしまうか、そしてこれは一度切ったら変えられません。元へ変えられません。そういうの切ってしまうともう、はい、その部分が短くなってしまいます。はい、枝を切るのに苦戦してたようですけど、はい、どうでしたか？はい、ちょっと辛かったです。思ったよりやっぱり辛かったです。でもなんとなくその身長が欲しかった。高さが欲しかった。この高さが欲しかったからなんとなくできました。そしてフリーザーの花は美しいです。はい、綺麗です。そしてその黄色いとその緑色よくいいコンビネーションだと思います。はい、そして私も少し美術もしているし撮影もしています。そうです。花の、はい、少し花も撮影しています。でもやっぱりあくまでもひろきさんの言った通り画面だけです。でもこれは立体的にその 3D イメージができてやっぱり彫刻のようです。だから少しの方面を変えても変わってしまいます。だからちょっといろいろな花を
なんかその空間を作るということをしましたね。だから主にそれを意識して作りました。そしてあまり考えるとまためちゃくちゃになるからそのままその時の思い出やりました。だからいい空間が作れるように少しぐらいのその枝も傾けました。全体的に見ると新しい木とか唯一な木を作成しているとか、だから生け花は素晴らしい文化だと理解しています。実際にやったから理解しています。ただ見ていると理解できません。それぞれの人によってその唯一な生け花ができます。そうですね。それは本当に特別です。花の向きを後ろ姿を生かしたっていうのは何かこだわりみたいなものがありますか？やっぱり美術です。絵です。例えば前の花は大きくて後ろの花はちょっと小さくてそんなに目立たない。だから前は美しいや大きな花、長い花は前に置いて後ろにはただあるだけここに置くとか、空間を作るためです。ここからここまでの空間が満たしているとか、それまで理解しています。はい。わかりました。今日のお洋服のグリーンとすごくお花がはい、ありがとうございます。いいです。私、ありがとうございました。はい今日どうでしたか、お二人は。佐藤さんすごく楽しく自分の作品に大満足。満足。はい、満足です。ありがとうございました。素晴らしいです。はい、いい体験ですよ。はい、大佐に教えてもらったから、笑いましたから。ありがとうございます。これから茶道体験を行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。好きなお菓子を一つお選びくだじゃあさい。これをお願いします。こちらこれを押しています。はい。ありがとうございます。どうぞ足の方をお崩しください。ありがとうございます。じゃあ一応最初にお菓子を召し上がっていただいて、はい、和菓子の甘みとあとお茶の苦みですねを一緒に合わせることによってハーモニーでより美味しく召し上がることができます。はいはい、ではお菓子をどうぞ。はい、口サイズに切っていただいて召し上がってください。これいただきますとかって言った方が言ってもいいですか？でも大丈夫です。今でもそうですね。まあそんなに一連の挨拶みたいな感じでそこまで言わなかった。季節の和菓子で。そうですね。これは桜のなんかちょっと味が。練り切りですね。美味しいです。美味しいですか、よかった。
ホワイトビーンズでできてます。豆。豆ですね。豆をこして。これはある程度残しといた方がいいですか？全部一気に召し上がっていただいて。あ、そうなんですね。でも無理して食べなくても大丈夫なので、もしあれだったら残していただいてもはい。大丈夫です。方としては最初に和菓子を全部食べて、はい、その後にお茶をいただく。あ、そうなんですね。そう全部食べたから。そうですね。はい。わかりましでも無理しないでください。た。はい。楽しかったです。よかったです。普段こういうお菓子は召し上がりますか？あ、そうです。比較的和菓子好きですね。あ、そうなんですね。ほんとシンプルな大福とか桜餅みたいな。大福、はい餅。はい。近所にちょっと行くと、そういうお店、古い昔からのお店があるので。確かに名前とか見たそうですね。大丈夫。美味しいですか？たくさんの味が混ざって。そうですね。色もたくさんあるし、ちょっと考えてました。カラフルですよね。今日この服となんか合ってます。あ、そうですね。グリーン。綺麗な。はい。綺麗なグリーンで。ありがとう。それはインドで買われたんですか？そのグリーンのシャツは。すごい素敵ですね。綺麗な。はい。クルタと言います。クルタ。クルタ、はい。女性はサリを着る。男性はこれです。あ、そうなんですね。はいはい。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今日はお茶の体験で、お二人にお茶を立てていただくと思います。最初にお茶碗を選んでいただいて、で、お抹茶を私が入れさせていただくので、で、お湯を入れて、ちょっと立てるっていう練習をしてみましょう。はい。どちらがよろしいですか？そうですね。僕はじゃあ手前のこちらをお願いします。そうです。ちょっと茶筅だけ出していただくんですけど、はい。はい。2つから選んでもらってもいいですか？はい。これにします。こちらで。はい。一度この茶筅を取り出していただいてもいいですか？はい。これは茶筅ですか？そうです、茶筅。はい。はい。ほら、お茶置いといたから。あ、そうですね。はい。こういうところはカットするかもしれないですね。はい。はい。そしたら、最初に茶筅を出していただいて、自分の前にお茶碗を置いていただいて、で、最初ゆっくり、下に置いたまま。そうですね、置いたまま手を添えて、で、お湯とお茶を抹茶をミックスします。ゆっくり
はい。で、ある程度までだったら上下にタカ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 って。ちょっと早くですか？そうですね、早くですね、手首を使って。結構泡立てるような。あ、そうですね。はい。カフェラテみたいな。はいはいはいはカフェラテ。い。は最初ちょっとゆっくり混ぜて。はいああ、結構早く。そうですね、早くやった方が。私よりはるかに早く。本当に泡立てる感じなんですね。泡立てる。空気を。ああ、本当だ。綺麗。抹茶ラテみたいな感じなんそうですね、ですね。抹茶ラテみたいな。抹茶ラテ。抹茶ラテ。でも綺麗にね、綺麗ですね。綺麗にできました。はい、こちらもやりましょうか。はい。お願いします。私たちちょっと軽くやっていました。もっと早く柔らかくやっていました。飲み方ですね。はい。最初に、はいお茶碗に表と裏が多分あると思うので、はいそれでいうとこっちが表で、じゃあ多分こっちの馬の方がですね。そうですね。馬の方が表ですね。表を自分の方に向けて、最初に挨拶をします。バテで取っていただいて、手を下に置いて、手を添えて、で少し感謝。はい。 3回、2回でもいいんですけど、手前です表面をそうですね、外して、で、飲みます。お茶を飲んでください。このように飲むんですか？はい。これ何回かで飲み干すとかってあるんですか？一応なんか3口って言われてるんですけど、はいでも多いと思うので、はいもっとだから軽くて全然飲んだはい。わかりました。とっても純粋です。そうですね。何よりもね。純粋です。そうですね。香りだけ。そうですね。こんな純粋香りインドにはないですか？ない。抹茶はあるけど、あ、抹茶は取られる買えるけど、はい。こんな純粋。飲み終わったら、はいこのまま一回置いてはいで、挨拶をして、はいで正面を今度は相手の方に向けて、お返しする。こういう。はい、そうですね。わかりました。挨拶です。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか感想とか、よかったら一言お茶の感想とか。そうです。混ぜるのがやっぱ面白いですね。なんか比較的最近はやっぱ抹茶系がコーヒー屋さんでもあるんで、飲み慣れてる味って言えば飲み慣れてる味だから比較的今の日本人の人たちはこの味に慣れてるのかもしれないですね。確かにそうですよね。なんか飲める場所は増えましたよね。はい苦味もいいですね。サントスさんはいかがですか、お茶は。はい、素晴らしい経験でした。はい、日本の文化を体験して嬉しいです。はい。よかったです。はい、インドでも見つけられるけど、こんないい純粋抹茶を飲むのは嬉しいです。香りだけで満足でした。そういえば、香りだけで、そして色も綺麗なグリーンです。そうですそうです。そうです。だからありがとうございました。ありがとうございました。はい、皇居にやってきました。こちらは楠木正成像です。今ちょっとこの辺をこれから散策しようと思います。東京どうですか？はい、東京は素晴らしいです。はいはい、ちょうど桜が季節もし満開に見えるから、どこでも美しい花ばかり。だからみんな生き生きしていて、いい雰囲気です。海外の方もすごく多いですよね。いろんな言葉が聞こえますね。本当です、本当です。中国人やら、そのイギリス人やたくさん聞こえました。たくさん人はいます。今日はそのあれですね。結構
着物はなんていうんですか？はいこのはい。あ、これはクルタと言います。はい。日本の着物みたいな感じなんですそうです。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 よくお祝いで結婚式などで、はい、着ます。はすごい綺麗なグリーン、イエロー。い。はい。ありがとうございます。二重橋にちょうど着きましたね。あちらには櫛櫓が見えて、はい。はい。綺麗です。二重橋もその方面からこの方面まで美しいです。そうですね。あっちから見た橋もすごく綺麗でしたね。はい。はい。満足ですか？はい。満足です。ここはもう天下が回りました。はい。そうですね。なんかそんなロイヤル、そうですね。ロイヤル気がします。じゃあ中もまた見てみましょうか。はい。はい。見ましょう。